はい、始まりました。今日は素晴らしい日がやってまいりました。大丈夫ですかね。なんかうさんくさいスタートになってますけど、今日はとんでもない収録の日です。なるほど。どうやらはい、皆様のおかげではい、ようやく1000人行くことができましたんで、はい、1000人行ったらこれやるよっていう統率者言ってました。僕は、はい、はい、僕のメインコマンダーであるついにベールを脱ぐ時が来たと。ベールを脱ぐ時が来ました。はい、青銅血のパワフォロスはい、やらさせていただきます。はい。これなんでこの1000人でこれやるって言い出したんですかね。いや、それは存じ上げないんですけどよくわかんないですけど、だから登録者増えるわけじゃねえのになと思って、確かにね。知りたいですかこれ皆さん。確かになんで俺これやろうって言い出したのかな。誰得なのかわからないっていうね。もうみんな忘れてるかなと思ったら、はい、誰か一人の人方がコメントで、はい、パワフルス楽しみにしてますってあ、なるほど言ってくれる方がいらっしゃったんで、なるほど。ではこれはその方のために配信しています、はい、ということですね。やんなきゃなと思って、はい、今日は僕のメインコマンダーのパワフルスだいたい8ぐらいですが、一応 C でも戦える、はい、僕 C タクで戦うときは、こいつ使ってますんで、そうですよね。はい、はい、侮るなかれでございますので、はい、もし C タクで出会ったらですね、はい、パワフォロスあいつ舐めてんのかって思うとやられますので。そうです。この間やった人は舐めてて、もう一人の人に怒られてました。お前舐めてるだろうって友人に怒られてました。はい、一応8なのでレベルとしては、はい、90を倒すこともできます。はい。で、僕の中では赤単では最強だと思ってる。はい。でも海外では情報は一切ないです。はい、僕のオリジナルの赤単の、ローグみたいな形の最強のデッキだと思ってるんで、はい、その目線で見てほしいんですけど、はい、まず早速と言いますか、ようやく、はい、能力を説明させていただくんですが、はい、赤5マナ76破壊符の化け物ですね。ただっていうね、はい、エンチャントでして5未満である限り新人がクリーチャーではありません。はい、でこいつ以外の私がコントロールしてるクリーチャーが速攻を持ちます。はい、でスニークみたいなことをするんですけども、はい、3マナで手札から赤かアーティファクトのクリーチャーを戦場に出して、で次の終了ステップに生贄に捧げる。でこいつは速攻を持ってないんですよ。なんで速攻を持ってるのかっていうと、パワフォルスが速攻を持たせてます。これちょっと重要なポイントでした。そうですね。はい。なので普通に出てきた捉えたやつも速攻を持つことになりますので、逆に言うと、はい、スニークで出した後、はい、パワフォルス処されちゃうと、はい、親っていうことが起きるんですけどね。それは誰も気づかないんで言わないでください。それやられたことはほぼないです。なるほど。説明しても多分分かんないですし、説明されないと分かんないんで、はい、内緒にしてる能力なんですけど、それは、はい、あんまないです、そういうこと。そもそも処せることがほぼない。ほぼない。やはり破壊不能のエンチャントなので。はい、で、どうやって戦っていくかなんですけれども、はい、まず、スニークはするんですよ。スニークってもうこう割愛して全部スニークっていうことになるんですが、はい、例えば殺戮の化身みたいな、クソデカファッティで2段攻撃全部持つみたいな、ファッティ結構いるんですよ。パワーが2倍になったりとか、そうですね、めちゃめちゃ強い、ね、ドラゴンとか、結構いますんで、そのファッティを大量に入れます、はい、もちろん。でそれをどこでスニークするかっていう問題なんですが、最後の対戦相手のエンド時にスニークします、はい、なんでこっちのターンはドロー5です、大体、でドロー5して相手のエンドまで構えてて殴りづらいんですよ、実は結構、構えてますよ、構えてるから急にブロッカーとしてファッティ飛び出てくることも一応可能なので、はい、一応可能なんで、はい、実際にあります、そういうことも、なんでそれでエンド時にスニークして、そうすることによって3マナでスニークできて、3マナしかなかったんですよ、でこっちは3マナメインで立つんで、2回スニークできるじゃないですか。そうですね。6マナだったら4体スニークできるんですよ、そういう奇襲のターンが必要になってきます、はい。でちょっと言い忘れたんですが、はい、1個ちょっと戻っていいですか、1個言い忘れたんですが、まずパワフォルスは2ターン目に出します、はい。
基本的には赤のマナのベースで考えますと2ターン目に出せる構成に絶対できますんで、できますよね。でワンチャン1ターン目に出ることもあるんですが、まあだいぶそれはワンチャンまあ大体2ターン目に出すと大体着陸して、でスニークできる。3ターン目にはスニークできるじゃないですか。2ターン目に出てくるエンチャントクリーチャーを弾くことはかなり難しいです。難しいですよね。でスニークして殴るプランっていうのがまず一つあります。で3人を殴るくっていうのは結構大変ですから、一応妨害札も何枚か入ってまして、チップで全除去、やばいカードがあります例えば加工の乱暴者っていうカードがあるんですが、3までスニークして場に出た時他の各クリーチャーに4点のダメージ、これかなりこのデッキだと強く使えるんですよ。そうですね。みたいなカードは他にも何枚かあるんですが、要は起動型能力で全除去、でインスタント、そんなの防げるわけないじゃんねあ、そうなんですよねそう、まあ、ちょっとほぼ防げない防げないラスっていうのがあるんですよ、が結構何枚か入ってます、でラスしつつ殴っていけるみたいな構成にして長引かせます試合で、で手札が今の話だとなくなるじゃないですか。僕はスニークは使い捨てなので、なくなるんですよ、で手札を補充する手段が必要になってくるんですが、補充する手段って赤なんで、そんな補充簡単にはできないじゃないですか。だいたいフォーチュンになりますね。フォーチュンは何が起きてるかっていうと、手札を入れ替えるんですよ、以上ですまあそれはね、こっち7枚引いてるんですよ、でこれ何が起こるかっていうと、手札を入れ替えて7枚になってまた始まるんで、妨害の試合がまた始まるんですよ、でその間に俺は殴ってってそうですね、全除去してみたいな。よくできてるんですよこれなぜなら相手の手札が増えたところで、妨害できる手段すごい限られてるんで、そう本当にそうなんですよ。防げないんですね。そうです。で例えば遺跡掘削機っていうパワフル専用カードみたいなのがあるんですけど、こいつ74の威迫でして、死亡した時フォーチュンしてもよい、死亡した時フォーチュンみんなできるっていう、でも必ず死ぬとまあでも一応殴りに行けてフォーチュンできるんで、かなり相性いいですよね。あとは例えば一番よく使うドローソースとしてはヤモセボドネのドラゴンっていう、手札捨ててダメージ与えた分そのターンにドローできるっていう、これ凄まじいドローするんですよ。そうですね、やばいですよ。例えば2030点くらいは入ってるはずなんで、その時点で手札捨てて2030枚ドローしたりすれば、どうなんだっていうやばくねみたいなことになります、あと手札がどう考えてもなくなるんで、場に出た時手札を捨てて3枚引くみたいなカードが結構あるんですよ。結構ありますね、だからそれで手札を回してきます、例えばソーランの陥落者っていうカードがあるんですが、みたいなカードで回してきます、手札を。でそういった感じでぐるぐる回して殴りつつ、全除去を打ちながら、最終的にはどうやって勝つかっていう勝ち手段の話になってくるんですが、一番オーソドックスな勝ち手段は5道になります。5道が相手のエンド時にスニークすると、多勢の兜が出た状態で自分のターンに回ってきて、5マナあればつけて無限戦闘。そうですね。なんでこれ今言ったの全部起動型能力なんですよ。かなり防がれづらいですよね。そうですね。基本的に多勢の兜を割るかしかなくなる。ピン除去するしかなくなるんで、枚数的にもそんなに入ってないはずなんで、高確率で決まる、打ち消せない、全く打ち消せないですよね。であと他に勝てるカードっていうのはオーソドックスですが、一応1キルできるブラッドムーンっていうほぼ決まります、ブラッドムーンは。特に C レベルのタクであればあるほど通れば必殺必中なんで、これは一応1キルのコンボとしてあります。であと一応これも2キルできるコンボでして、吹き荒れる潜在能力、これも C タクだと2キルできます。できますこれもなぜかというと相手のクリーチャーは、基本的に妨害用の低コストのクリーチャーしか入っていないので、このパフォロスに入っているようなファッティに全く対応できません。できませんなんで一応2キルできます。であと一応
サブプランとしまして、はい、かなりライフが削れるプランっていうのがあるんですね。手札に何枚かファッティがいる状態でこの秀継っていうカードなんですが、はい、これは起動でライフを半分にできます。はい、自分も含めて。これなんで大量に削れるかっていうと、相手のエンド時にまずスイープします、はい、で起用します、はい、ライフ半分になります。そうですね。でそこで自分のターン回ってきてまた半分にできます。はい、4分の1になったと。はい、で2体以上並んでれば、パワーとも権限してれば、殴りに行って2体でも取れば死ぬようなライフになってるなってます。もう10点ぐらいしか登れないんで、はい、一応こいつも勝ち筋になります。はい、あとほぼ1キルのカードもう1枚あるんですが、スライサー、はい、これもうほぼ、もうこれもう本当に1ターン目にこいつ出てきたらもうどうしようもないですそうですね。そうスライサーは本体有名じゃないですか、はい、僕らの動画でも結構人気の動画なんですが、はい、本体が逃走者の場合でももちろん強いんですけど、中に入ってるスライサーやばいですもう削れる能力が尋常じゃないんですよ。尋常じゃないです。もう半分以上なくなるんで、相手のライフが構えてないんで、相手スライサー出てくることに対して逃走者指定してるのと違って。そうなんですよ。こいつ1枚であと2枚ぐらいスニークできる状態だったらもうほぼ決まるんで、かなりいいです、はい、あと一応1人だけ倒せるカードっていうのがありましてはい、緊急避難の用のカードなんですが、後輩鋼の巨像、はい、もちろんエルドラーシはいけないんですよ。いけないですね。アーティファクト限定なんで、アーティファクトか赤限定なんで、そうだから滅殺みたいな動きはできないんですが、アーティファクトクリーチャーとしては後輩鋼が入れられて、感染の11ダメージで1人倒すことが突然死することがあります。はい、そんな感じで殴って勝ってくるんですが、はい、今の感じでどうですかね、勝てそうですか？私はもちろん中身知ってるからね、勝てるのは知ってるんですけど、っていうクエスチョンな視聴者の方は多いのではないかと。ただめちゃくちゃ難しいです。超上級者向けといいますか、コンバットって EDH で多分一番難しいと思うんですが、難しいじゃないですかコンバットって、正解が分かんないみたいな、変数が違うじゃないですか、でさらにセブンドローの変数も関わってくるんで、何が一番いい選択肢なのかって考えるのがめちゃくちゃ難しいデッキなんですよ、で1個間違えるととりあえず死ぬんですよ1個でも選択を間違えると勝てないんで、かなり難しいんで上級者の方におすすめ。僕は別に上級者だって言ってるわけじゃないんですが言ってすいません、なんかそういうわけじゃないんですけど、かなり難しいデッキだっていうのは、でかなり僕はこれを使い込んでてなぜやってるかっていうのは難しいからやってるっていう理由なんですね。やっぱりある程度使い込まないとちょっとめちゃくちゃやんないとできないと思いますので、かなりやってみてほしいんですが、でしかも今言った感じ高いカードって実はあんまないんですよ。ないですね。なんでおすすめにはなってます、だいぶ安く組めます。フォーチュンぐらいです、でここからは一応話そうかどうか最後まで悩んだんですが、弱点のお話を一応しておきますか。しておきますか。あんまり手の内をさらしたくはないんですが、正直ないんですが、1000人記念ということで、僕は別にもう負けても別にいいんで手の内を発表するんですが、まず一番されたら嫌なことはパワフォルスを打ち消されることです、なんですが、ただもちろんクリーチャーエンチャント呪文なんで、ウィル切るしかないんですよ基本的にはね。でウィルを切られるのはもちろん嫌ですよ、なんですがウィルを切るとその人は負けます。そりゃそうですよなんでウィルの心配は実はしてないんです、なんですが1枚だけこれあると困るカード皆さん浮かんでると思うんですが、白鳥の歌をされると終わりです、白鳥の歌されるとかなり辛いんだ、これがかなり辛いです、ですよね絶対辛い。一応1枚立ってるかどうか警戒して、構えてる場合は、一旦遅らせることも重要だと思います、一旦遅らせると相手は展開を遅らせてることになるんで、その強い弾はさすがに構えてこないんですよ、
だから構えてるなと思ったら一旦待つのも重要になってくるんですけど、はい、まあ白鳥を打たされたらちょっとかなり運が悪かったと思って、しょうがないと諦めるんですが、はい、あともう一個一応白黒の追放系の状況、かなり弱いです。はい、消失の宿をパワフルに打たれるとってなる。ただこれは問題があって、はい、白黒のデッキはこのデッキには弱いです。だからかなりよく作られてるってことですよね。で一応サブプランがありまして、はい、パワフォロスを打ち消された、最悪のケースです、場合もしくは除去された場合、もうこれあんまりないんですが、ほぼないですよ。そうサブプランっていうのがありまして、5マナ液を多く入れておくというのが重要になってきます。はい、5マナ液は出る域なんで、5マナは出るはずなんで、5マナ液を厚く入れておくと回りやすくなってきますんで、通常で出す5マナのクリーチャーを何体か紹介したいんですが、まずイルハグ。イルハグ、実質パワフォースの代わりといえば代わりだと。こいつ困ったらこいつ出します僕は。こいつイルハグでコンバットするとスニークしてるみたいな感じで、普通に場に出せるんで、5マナで出して殴っていくみたいなプランも取れます。でこいつはスニークしてももちろん強いですし、1体余分に出せるんで、こいつはかなり相性がいいです。あとはネヘブ。ネヘブ出せば手札に抱え込んでいたストームクリーチャー素出ししていけると。出していきます。最悪。なんでしかもこいつ殴った場合でもその後も素出ししていけるんで、かなり噛み合いがいいのでおすすめです。であと港を滅ぼすもの、これは通常キャストして殴ってって1人通ったら他の人にもコンバットいけるっていうやつなんですけど、これ普通にコンバットして追加コンバット得てもいいですし、素出しして追加コンバット得てってライフどんどん減らすっていう手段も取れますんで、でその今の港を滅ぼすものの兼ね合いで危機時期、こう危機時期はいきなり出してって、コピーすれば一応無限戦闘で一応勝てる筋もあるんですよ。そうですね。通れるなら。なんで危機時期はコピーの兼ね合いで他のやつパッティをコピーするっていうのもいいんで、5マナ液としてはかなり優秀だ。っていう感じでやっていきます。戦っていきます。それが以上のプランになるんですが、いかがだったでしょうか。これ重要なポイントとしては、パワフォロス、舐められるんですよ。そうなんですよ。だいぶ知られてないんで、僕のオリジナルの構成なんで、舐めちゃうんで、パワフォロスを打ち消すっていうムーブ取れる人も少ないんですよ。そうなんです。何回もやらないとわからないんで、で出ちゃうじゃないですか。もう処理できない。そうなんですよ。出ちゃうと、もうあとは起動でパッティ叩きつけてこられるんで、防ぎようがほぼないんですね。そうなんですよ。消えた時はもう遅い感じになってますね。だから一応 C でも戦えるという構成で、ゴリゴリ上のタクでも僕は戦ってます、こいつで。ただ問題はめちゃくちゃ選択肢が難しいです。でも安く組めるんで、やってみてほしいですね。これ発表したんで、真似してみたい方はこの今の構成を真似していただければ、もちろんデッキリスト自体を公開しているわけではないので、後の部分はコンセプトに沿ったものを想像してくださいという形にはなるんですけれども、どんどん更新されていきますね。いきます。パッティがどんどんグレードアップしていくんで、どんどん強くなってきます。攻撃はメタにもないんで、運営にもケアされてないんで、どんどん強くなっていくのは間違いないんで、未来も明るいので、やってみてくださいっていう感じです。あと今一に入りそうないいカードあったらぜひ紹介していただけるとコメントいただければありがたいですね。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。一応5000人ぐらい今後目指していきます。いければなんかおめでとうパーティーみたいなおめでとうパーティーみたいなのやりますか。何パーティーですかそれはみたいなね。イベントね、5000人もねファンの方が登録してくださったら、何かしらのイベント開けると思います。そうね。5000人目指して頑張ってきますんで、よろしくお願いしますということで、引き続き応援よろしくお願いします。じゃあ今回の動画は以上になります。おしまい。